ジャパニーズヨガの夏美です。今日のテーマは、頑張らないで柔らかくするヨガ、腸腰筋の働きを整えて体を柔らかくしていくというものです。さあ、腸腰筋、インナーマッスルの働きを高めて体を柔らかくするヨガですが、まず体のチェックから入りましょう。OK。右膝を曲げて外側に倒して、左足をまっすぐに伸ばしていつもの準備です。外側に開いた足の開き方なども、自分の体を感じ取ってみてください。両手を前についたら息を吸って、吐きながら前屈。片足前屈のポーズで伸ばしている足の張り方、横に開いている足の股関節周りの調子を確かめましょう。反対に左足の方も外側に折り曲げて倒していきます。さあ、ではチェックができたら早速行います。仰向けで寝転がっていきます。ここから逆さのポーズになっていきますが、逆転するのが得意でないという方は、ただ足を持ち上げるという状態を作るだけでも効果があるので、これでトライしていきましょう。その場合はこのまま曲げ伸ばしですね。もう少し負荷をかけられる場合は、お尻を浮かして手で腰をサポートします。体重が頭の方ばかりにかからないように、肘でも体重を支えてみてください。軽く足を伸ばした後に曲げ伸ばしをします。今使っている足の付け根、股関節をしっかり曲げ伸ばしする感覚です。さあ、あともう少し続けます。ここで余裕があるという場合は、そのまま膝を伸ばした頭の先の方に足を伸ばします。腰をサポートしたままでもいいですし、心地いい場合手を床についたり、指先を絡めて手を組んで、肩を内側に軽く引き寄せるような状態を作りましょう。そのまま呼吸。足をただ上げている場合でも大丈夫です。さあ、組んでいる場合は解放して腰をサポートしながらでいいので、ゆっくり背骨の上の方からお尻を下ろします。足を上げている方もゆっくりお腹の力を強めて足を床へと下ろしていきましょう。さあ、床に足が降りてきたら体まっすぐな状態からスタートします。右膝を自分の胸に抱きかかえるようにしましょう。ガス抜きのポーズで一息吐きます。ここでも足の付け根をしっかり使う感覚を体で作っていきましょう。さあ、では今度はこの膝を左手でキャッチ。息を吸って吐きながら左側に倒します。体をねじっていくポーズですね。では、この状態から右手を肩の横の方にスッと伸ばしていきましょう。腕を回していこうと思いますが、手がぶつかるなという場合は、肩先に手を乗せて、肘で円を描くように回してもいいです。思いっきり手を動かしたいという場合は、手を伸ばしながら大きく開いて回します。そうですね、床ギリギリを通る感じでしょうか。逆回転もしていきましょう。さあ、心地いいタイミングで動きを止めて、
右手を真横に伸ばして視線もそこに向けていきます。あと一呼吸。では、今度はそのまま体を左側にゴロンと横に寝ていく感覚です。頬杖をつくような形にしてしまっても大丈夫です。この状態から伸ばしている左の膝を折り曲げて、この足首や足の甲あたりをキャッチしましょう。今伸ばしていきたいのは左足のももの前側になります。自分で角度をずらしたり、少し膝を後ろに引いたりしながら、伸びが心地いいところを探ってみてください。こうやって股関節や足の付け根あたり、太ももの前、ここを伸ばしていくことで、ここから動きで腸腰筋を活性させますが、準備のような状態を作ります。鼻からたっぷり吸って、吐き出します。では、足をほどきましょう。また、空に向かって体を向けて、両膝を抱えてゴロゴロ揺らし、続いて左の膝を自分の胸に寄せて、右足はまっすぐにしていきます。まずガス抜きのポーズから。ここでも肩をと力を抜いていくように楽にしておきましょう。さあ、膝を右手でキャッチします。息を吸って、吐きながら右側に倒してツイストのポーズ。そこからゆっくり左手を肩の延長線、真横の方に伸ばします。ぶつかるときには手を肩、肘を横。このまま大きく回しましょう。どちら回しでも大丈夫です。大きな動きを作りたい場合は、手を床スレスレを通すようにダイナミックに動かします。呼吸も自然と。逆回転もしましょう。さあ、横に手を伸ばしたところで、視線もその先に向けて呼吸。今ちょうど背骨が骨盤の上から始まって、腰、背中、最後首の後ろまで優しくねじっていきます。この優しいツイストの動きが骨盤や背骨の調整になっていきます。体の骨格ポジションが整っていくと、無駄に緊張していた筋肉、こわばり、痛みが徐々にほどけていきます。さあ、今度そのまま体を右にゴロンと横に寝ていく感覚です。伸びている右足の膝を折り曲げて、左手でキャッチ。右手は肘を床についてもいいし、伸ばしてもいいので、自分のお好きなところで心地いい場所にしましょう。伸びを強めたい場合は、右足の膝を少し後ろ側に引いていった方が、負荷がかかってきます。仰向けの卍のポーズ。さあ、では曲げている足まっすぐにして体ごっと天井に向けて両膝抱えて背中腰のリセットをするように揺らします。
さあ、ではもう少し、腸腰筋、そしてお腹周りの筋力を高めたいので、次はそのまま両手組んで頭の後ろキャッチしましょう。右膝曲げて左足まっすぐです。おへそを見るようにしながら上半身ぐっと起こしましょう。この状態で足をスイッチ。繰り返します。お腹を締めつつ、上体をぐっと丸め込んだ方が効いてきます。辛くなったら頭を下ろしてください。あと2回ぐらいにしましょう。ではラスト、このままキープ。OK。膝を曲げてもう一度楽に揺らします。そのまま横にゴロンと倒れるか、膝裏に手を添えて前後にゴロゴロ揺らして、起きれる場合はそのままゴロンと起きていきます。さあ、続けて立ち上がっていきましょう。ここまでで腸腰筋の働きを高める準備が終わったので、ここからは片足バランスをして働きを高めていきます。片足バランスをするときのポイントですが、まず足の裏3点を意識します。親指の付け根、小指の付け根、かかとです。そして、膝がピンと張る癖がある方がいるんですが、そうすると体重がかかとばかりに乗っているはずです。その自分の状態を認識できたら、足裏全体に体重を移すようにするか、少し膝を優しくする、ピンと張りすぎているのを解除するような感じで調節してください。骨盤は必ずまっすぐに立てます。さあ、では続けましょう。まず右足からいきます。足の指開ける場合は開いて、足の裏3点全体で踏みしめていきます。そして、左のつま先は立てた状態からスタートしましょう。骨盤を立ててお腹を一つ引き上げて、足を持ち上げます。さあ、ここから膝を外側に開いていきましょう。このままホールド。お腹を引き上げて、きつくなったら下ろしたり上げたり。まだいけるという場合は、さらに肘同士を真ん中で寄せます。くっつかないという場合は少し離れてもいいです。余裕がある方は親指、人差し指で、失礼しました。親指と小指でした。花のような形を作ります。このままホールド。ハスの花のポーズ。もっと効かせたい場合は肘を上げて、手先を斜め前に向かって押し出します。この動作で二の腕、肩甲骨にも効かせられます。3、2、1では手をほどいて、足をセンターに寄せて下ろしましょう。少し足回りのリセット。さあ、続けましょう。次は左足が軸足です。足の裏しっかり踏みしめる土台の安定を図ってから、ゆっくり右のつま先を立ててお腹引き上げながら膝を股関節と同じ高さぐらいまで上げましょう。さあ、膝を開いていって、そのままお腹を引き上げます。余裕があればさらにチャレンジ。手をつけましょう。肘同士センターで合わせて親指、小指をくっつけます。まだいける場合は肘を軽く上げ、手を斜め前。さあ、骨盤の位置、お腹の引き上げは忘れずにいきましょう。このまま、3、2、1、OK。一旦手足を解いてリラックス。足元を緩めます。では、さらに続けましょう。足腰幅程度からスタートです。体重右にかけましょう。そして、つま先立ちで左足を外側に開いていきます。この時点でもうきついなという場合はストップでもちろん大丈夫です。余裕があれば右手首をつかみましょう。息を吸ってまず真上に伸びます。吐きながら体を左側に倒して C カーブ。さあ、さらにチャレンジいける場合は、左足上げます。
アップダウンでも OK! このままホールド。お腹で軸です。ふー。アップダウンしながらでもいいので、体幹そして足に効かせていきます。さあ、センターに戻って、手を起こし、足を下ろしましょう。一旦リセット。さあ、続けます。次は軸足が左ですね。右つま先立ちで横。バランスが安定して余裕があれば、左の手首を掴んで吸って伸びましょう。吐きながら体を右。まだ余裕な場合は、右足を上げて、このアンバランスな状態で体を保つことで体幹、足が鍛えられてきます。3、2、1ではセンターに戻って足、手を解放しましょう。少しリラックス。さあ、ではそのままゆっくり床に座っていきます。最初のように確かめていきましょう。右の膝を曲げて外側に倒して、左足はまっすぐです。両手を地面について、鼻から息を吸って、吐きながら倒れて前屈。さあ、どうでしょうか。一度状態を起こして反対ですね。左の膝を曲げて、右足まっすぐ吸って、吐きながら倒れます。この足の付け根を引き込む感覚がしやすくなっているかもしれません。さあ、体を起こしてリラックス。さあ、今日のヨガは腸腰筋の働きを引き出していくヨガというものを紹介していきました。こちらの動画の概要欄にこのシリーズのヨガの URL を貼り付けておくので、ぜひいろいろなヨガを試してみてください。今日もありがとうございました。今日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。インスタグラムもあります。ハッピーなつむで検索してみてください。